こんにちは。グルテンフリースペシャリストのビッキーです。今回はこれ一本で米粉パン作りのすべてがわかるというテーマで米粉パン作りの入門動画をお届けします。最近グルテンフリーの米粉パンが注目されていますが、自分で焼くとなると米粉の種類や選び方がわからない。米粉のパンを作る道具は何があるのかわからない。レシピ通りに作ってもうまく焼けない。パン用米粉と製菓用米粉の違いがわからないというお悩みを抱えている方多いのではないでしょうか。今まで一度も米粉パンを作ったことがない方でも、この動画を見ていただくと、今日から米粉パンが作れるようになります。この動画で学べることは、米粉の選び方、比較4選、道具について、オイルについて、イーストについてを身につけることができますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、米粉パンのレシピや、アレルギーの方でも安心して食べられる米粉レシピ、美容や健康に関する情報を発信していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいてもらえればと思います。では早速、米粉の選び方をご紹介します。今回準備した米粉は、みずほ力と米の粉と熊本製粉の新米粉、そして粉だもんです。じゃあ始めていきたいと思います。それぞれ大さじ1ずつの米粉を準備しました。大さじ1でも粉によってグラム数が変わってきてました。ではここに粉と大さじ1の水を入れていきたいと思います。しっかり混ぜていきます。こんな感じでみずほ力はさらっとしています。次、米の粉はみずほ同様にこれもさらっとしています。次、熊本製粉の新米粉、これもきれいに溶けてさらっとなります。で、最後に紹介しましたこの粉玉、見てわかると思いますが、水分がどんどん吸収してしまってますね。結論から申しますと、こういった水分を吸ってしまう米粉はパンには向きません。なので料理、揚げ物などお菓子にもちょっと難しいですけど、お好み、天ぷら、いろんなものに使ってもらいたいと思います。こっちのみずほ力、米の粉、熊本製粉の新米粉はパンにも向いています。公式 LINE に登録していただくと、米粉パンが焼ける9種類の粉の水分量をまとめたシートを無料プレゼントしています。美味しい米粉パンを作るには、米粉の種類に合わせて水分量を変えることがとても大切なので、概要欄の公式 LINE のリンクからぜひ受け取ってくださいね。その際にプレゼントと一言メッセージを入力してください。次に調理器具のご紹介をします。ボウル、ヘラ、パンの型。パンの型は100均などのいろいろな型代用でできるので使ってください。計量カップ、計量スプーン、ハンドミキサー、温度計、スケール。スケールはできるだけ 0.1 からの単位で測れるものの方がいいです。クッキングペーパー、こういったものがあるともう大体何でも作ることができます。次にイーストの選び方をご紹介します。私が愛用しているイーストは天然イーストのレッドスターです。こちらの何がいいかというと、イースト臭がほとんどしないですし、サトウキビ由来なので、イースト自体がグルテンフリーです。ですので安心して使えます。次におすすめは十勝の酵母です。こちらは北海道のエゾヤマザクラのさくらんぼが原料になっている天然酵母です。この酵母の何がいいかというと、対等性があるところです。普通のイーストで砂糖を多く入れる場合、膨らまなかったりします。
甘いパンを作るにはこのイーストがおすすめです。どちらのイーストも予備発酵なしで粉にそのまま入れて使えます。あまりおすすめしないイーストはよくスーパーなどで見かけるサフというものがあるのですが、添加物が多くイースト臭もしますので私は使っていません。次にオイルのご紹介です。私がよく使うのは菜種油や米油、太白ごま油です。癖がなくて使いやすいです。また作るパンによってココナッツオイルやオリーブオイルなども使っています。家にある好みのオイルで作ることができます。今回はオーブンを使ったシンプル米粉食パンを作っていきたいと思います。使う米粉は水穂力を使います。レシピは概要欄に書いてありますのでまた見てみてください。米粉 100g、砂糖 12g、塩 2g、イースト 2g、太白ごま油 7g、そして次ぬるま湯 80g。 まず粉が飛び散らないように水分と粉をくるくると混ぜてからしっかりと混ぜていきます。だいたい目安は3分から5分ぐらいです。手で混ぜるのがしんどい場合はハンドミキサーを使いましょう。で、なぜしっかり混ぜないといけないかっていうのは、ふんわりとしてくれるんですよね。しっかり混ぜることで。なので、ハンドミキサーを使っていきたいと思います。少し生地が硬いので、2g 足しました。こんな感じの生地感です。次にショートスリム型の型に、オーブンシートを貼っていきます。この型って、中がコーティングされてないので、そのままパンの生地を入れちゃうと、もうこびりついて本当に取れなくなるので、オーブンペーパーを敷いていきます。それではやっていくので見ていてください。まず、端から端までのきっちりこんな感じでシートを合わせてください。そして真ん中に置いちゃいます。で、この端のちょっとケースの内々のところにカットするラインを入れちゃいます。で、端は重なる部分があるので、最後に切っちゃいます。切っちゃいます。こんな感じですね。で、反対側も同じように、内々で、型の内々で切っていきます。切ったらこんな感じになります。で、少し線を入れておいた方が型に入りやすくなります。こっちこっち折り曲げて折り曲げてピタッと入ります。少し置いていたので生地が硬くなっているのでちょっと盛ります。では型に入れていきます。
少し、ちょっとこういうオーブンシートが前によれってなる時があるんですよね。そういう時は米粉をちょっとつけてあげて、ピタッと海苔代わりにしてあげるといいですね。型に入れていきます。この時のポイントは、肩からあまり高い位置からしちゃうと、失敗する確率が高いので、必ず近づけて、液体を離れたところから入れちゃうと、こうやって肩の外にはみ出したりとか失敗しちゃうので気をつけてください。今、27度ですね。型に入れていきます。できるだけ型に近づけて入れていきましょう。残った米粉もしっかりと入れていきましょう。で、ここで2倍発酵したか分かるように2倍線をつけていきます。爪楊枝でも竹串でもどちらでもいいです。まず爪楊枝ぐさっと刺します。そしてこの刺さった分だけこういう感じで線をつけました。そして今から発酵するんですけども、米粉はとても乾燥しやすいので、しっかりとラップで覆ってあげて、オーブンの発酵機能を使って40度で30分様子見ていきます。発酵が終わったんですけども、だいたいこの発酵2倍線のところまで来てるので、今度は乾燥しないようにアルミホイルを覆って焼いていきたいと思います。まずアルミを大きく折って覆いかぶせます。本当は霧吹きなどがあれば霧吹きをかけるとよりいいです。で、覆ってあげて、まずしっかり肩にそうするように型をつけていきます。で、一番最初のこの面はこんな感じで両サイド押さえてあげます。また反対側もこのように最初に横でしっかり、空気が入らないようにギュッと締めといてみてください。もう一つ同じ型がある場合はもう一つ上にかぶせて、アルミで覆ってもいいですし、ない場合はこうしてアルミとか蓋で覆ってあげてください。で、オーブンに入れます。160度でまず10分加熱していきます。後ろが茶色く焼けてたら十分に焼けてる証拠です。粗熱が取れたら
乾燥防止にラップを巻いておきます。焼きたてをすぐにカットすると断面がぐちゃぐちゃになるので、最低3時間から6時間ほど置いてからカットしてくださいね。ちなみにこれは1日経っております。では早速断面図を見ていきましょう。昨日焼きたてはすごくほわほわだったんですけど、1日経つと本当に米粉だけの場合は少し表面が硬くなってます。こういうの劣化っていうんですけど、劣化しております。ここにいろんなでんぷん質をまた加えていくことで柔らかさが継続して持続するんですが、今日の米粉はシンプルに米粉だけでしたので少し硬いです。では切っていきたいと思います。大体1センチ幅ぐらいですね。大きな穴も開いてますが、こんな感じできめのすごく細かいパンが焼けています。ふわふわしています。ちなみにですね、これ昨日別で米の粉を使って焼いておいたんですが、こちらもちゃんと米粉パンできております。お菓子だけじゃなくってパンも焼くことができます。香りも悪くないですね。水干しからの香りも悪くないです。黒ごまペーストとメープルシロップのディップのご紹介したいと思います。 Amazon でオーガニックの黒ごまペーストが手に入ります。メープルシロップはコストコのオーガニックのものを使っています。めちゃくちゃ簡単なのに美味しいし、黒ごまの抗酸化作用で老化防止ができます。作り方は簡単。黒ごまペーストとメープルシロップを同量入れて混ぜるだけ。これがまた最高に美味しいから試してみてね。では作っていきます。黒ごまペーストは好みの量なんですけど、今日はだいたい大さじ3ぐらい入れます。でメープルシロップも同量の大さじ3ぐらい入れます。でしっかり混ぜていくだけなんですけど、メープルがない場合は蜂蜜だったりとか天才シロップを作ってみたりとか、いろんなもので試してみてください。で甘さの調整も好みで増やしたり減らしたりもいいと思います。ちょっとねドロッとしてきます。しっかり混ぜると。で塩味が欲しい場合も少し塩を足してみるのもいいと思います。いかがだったでしょうか。今回は米粉の選び方からレシピまで米粉パン作りのすべてを紹介しました。この動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねで教えてください。質問などありましたらコメント欄にお願いいたします。一つ一つ丁寧にお答えしていきます。次回も役に立つ米粉パンレシピ、考え方の配信を見逃したくない方はぜひチャンネル登録とその隣のベルマークもクリックお願いします。この動画を繰り返し見ていただくことで毎日食べても飽きないような美味しい米粉パンが作れるようになります。また公式 LINE に登録していただくと有料でレッスン生にお渡ししていた米粉パン水分量比較シートを無料でプレゼントしています。個別相談もできますのでお気軽に登録してくださいね。公式 LINE の案内は概要欄にも記載しておきます。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。